はい、どうもです。今回はですね、4213可変フォメの方を紹介していきたいと思います。ちょっとね、大体スタンダードの、フォーメーション紹介してきたんですけど、前回も4213これ強いですよって紹介したフォーメーションあるんですけど、それのちょっと遊び心も入れながらも、強いフォーメーション紹介していきたいなと思います。では早速見ていきます。こちらに関しては海外の方がずっと使ってるというか、使ってみて遊び心で使ったらめちゃくちゃ強かったよっていう紹介を見て真似したんで、その辺もちょっと紹介できたらなと思っております。ビルドアップスタイルはバランス、守備アプローチがバランスの50という風になっております。で、選手役割ですね。キーパー、ゴールキーパーは、このままですね。で、ディフェンスが、ボールプレイングディフェンスという風になってて、ラインを上げると。で、ディフェンダーという風になってます。これに関しては、両方ディフェンダーでもいいんじゃないかなと思います。はい。ちょっとスタミナの減りとかもあるとは思うんで、これでいいんじゃないかなというのと、あとはラインバランスがね、すごい崩れる時があったんで、これが多分原因かなと思います。そのままずっと使ってたんですけど、なんでこんなずれるのかなと思ったら、多分ここが原因かなと思います。はい。で、ホルスバックですね。この辺、ホルスバックが両サイド入れてるっていう感じになっております。で、この関係でですね、こういう形になりますと。真ん中のここのセンターハーフが入ってるんで、センターバックに置いてきて、ここのレジスターの関係で、ここにいるっていう感じになるんですけど、こんな感じですね。ディフェンダーとしては真ん中2枚と、センターハーフ。で、ここにペドリのところですね。ここがレジスターというところで入ってくるのと、両サイドバックが真ん中に入ってくるっていう形なんで、3-4-3みたいな形にはなるっていうイメージですね。でもここ2枚って考えたら、2-5-3みたいな、めちゃくちゃ特殊なフォメになります。なので、ここに厚みを出せるんで、そういった面で言うとすごい厚みを出せた攻撃が作れるんで、他と違う部分ですね。本当だってこの両サイドバックって、サイドを駆け上がってくるだけですけど、その辺が真ん中に入ってくるってこの違いを出せるっていうのが、強みではあるかなと思います。かといってですね、ボールロストした時の、リスク管理っていうのがすごい大事になってくるんで、一概にこれがいいっていうわけでもないんですけど、自分的には、ハマれば強いって感じですね。例えば、後半、入れ替えるのとかありかなと思います。実際、リベラとかやってても、2-0で負けてて、全然うまくいってなかったのに、このフォメ変えた瞬間ですね。やっぱ厚みが出てくるんで、相手も対応しきれずに2点追いついたりとかっていうのもあったんで、ワンポイントとして入れとくっていうのがおすすめかなと思います。初めからずっとこのフォーメーションっていうよりかは、ワンポイント使いがおすすめかなっていう感じです。はい。でですね、先週の部分で言うと、ここ、レジスタ。ローミングに関しては、ここも、両方どちらでもいいかなっていう感じはします。はい。で、センターハーフディフェンスで、トップ下がシャドウストライカーオフェンスですね。で、真ん中アドバンスフォワードのコンプリートっていうことで、必要に応じてパスを受けて走ったり、自由にっていう、自由な部分に差したいっていうところですね。で、左に関してオフェンス。これ、右に関してはバランスになってますけど、自分の好きな方でいいんではないかなと思います。こんな感じでもいいと思いますし、もう、あれだったら全部オフェンスにしちゃってもいいのかなとは思います。はい。あとはここもオフェンスにしてしまってもいいのかなって感じですね。ここは自由度をつけてもいいんではないかなっていう感じはします。はい。で、シャドウストライカーっていう部分で、ここに関しては、大体だったらブルーノとか置くんですけど、ブルーノであったりとか、パスが上手い選手ですね。トップ下にデブライネであったりとか置けたら一番いいんですけど、やっぱり、わざとシャドウストライカーということで、ちょっとフォワード目の選手を置いたりするっていうのもおすすめかなと思うんで、ぜひこの選手使ってみてはどうかなと思います。はい。ルターはみんな SBC 使ってると思いますので、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい。っていう感じでですね、カスタムセンス、値としてはこの左上のコードはこれになります。ちょっと数値触ったり多分変わったと思うんですけど、左上に載ってますので、設定めんどくさいという方はこちら残していただいてもいいんじゃないかなっていう感じです。攻撃がね、こういう形ですごい特殊な形になるんで、ちょっと面白さも出しつつ、でも実は強いんですよっていう。他のフォーメーションで言ってもこういう形ですね、いろいろ試していきたいなと思ってるんで、メタなフォメでもいいんですけど、メタはメタなりの強さがあるんですけど、こういった遊び心のあるフォーメーションの強さっていう部分もあったりするとは思うんで、普段経験しないような攻撃力を出せたりとかっていうのも魅力的かなと思うんで、ぜひやっていきたいなと思います。今後もですね、こういう形でいろんなカスタム出していきたいと思いますので、他にもいろいろですね、選手であったりとか、試した選手含め、紹介していきますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。
FC24 の転売情報ですね。今までずっと同じ動画の使い回しだったかなと思うんですけど、最新の情報になるかなと思います。自分としては今のところトレード収入としては4500万という風になってます。実質コインで言うと多分3000万ぐらいかな、多分。だと思うんですけど、これに関しては利益というか、手数料が入ってないとか、いろんな兼ね合いがあってちょっと差額が出てるんですけど、今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。自分自身今作に関してめっちゃ、大会も結構ほとんどっていうか全部参加してきてるんで、1回の FCS 以外は全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、その時の大会のスカット組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、それ踏まえた上での、この金額だったら今作もできたかなとは思ってます。一応自分としてはトレード収入とかは全然オープンにしてるので、皆さんにも結構X とかで載せたりとかもしてますけど、前作で言うと5000何百万、前々作で言うと6000万っていう感じでした。で、今作も選手がねやっぱ高いので、そういった面で言ってもコインは結構必要かなと思います。大作も同じ感じで、情報は出していこうかなと思うので、その加入についてはですね、よければ概要欄の方に、詳細全部書いてますので、Twitch であったりとか、YouTube についての、方も載せてますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、どんな感じで出してるのってとこなんですけど、これは転売成功案件になります。自分も直近で出たシャビとか、79,000買ったやつを10万とか11万で売りましたよとか、3万で買ったディフェンスの3万8000とか4万とかで売ったよっていうやつになりますね。で、ちょっと最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、こんな感じで誰々がおすすめだよっていう、何本ぐらい狙って、何本で売った方がいいよっていうのをこんな感じで載してるっていう感じですね。あとはもう Excel とかでも、こういう感じで Excel とかでまとめたりしてて、こういった情報を出してるという感じになります。ちょっと終盤になるにつれてね、情報量としては、やっぱり移籍市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、そういった面で言っても、ちょっとやりにくい状態ではあるんですけど、それでも一応、増やしていってるっていう感じにはなります。今作はやっぱり男女になったりとかで、各レートの仕込みであっても結構上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、そこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、来作も、多分またパターン変わってくるかなとは思うんですけど、ちょっと今作とか前作、前々作の知識を使ってですね、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。FC24 の転売情報ですね。で、プレイに関しても、一応対応とかしてて、自分としてはランク1だったりとか、FCS で言ったら、ちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインにベスト16ですね。グループリーグ突破の決勝トーナメントベスト16は3回残ったりとか、っていうのが、一応自分の中での実績ですね。アジア大会も出たりとかもありましたけど、そういった実績とかもあるので、そういった、カスタム戦術とかの共有であったりとか、おすすめ選手とか、エボリューションとかも含めてですね、こういった感じでね、やってるんですよね。一応こんな感じで。はい。このコーチング動画に関してはまた前にも1回出したと思うんですけど、コーチングしますよっていう感じのやつですね。こういった感じで募集かけてまたやっていこうかなと思ってるんですけど、おすすめ選手であったりとか、誰々強いよとかいうのをこういうのに出してるので、興味ある方は、ぜひ、概要欄見ていただいて入っていただけたらと思います。っていうことで、最後にですね、このチャンネルですね。よければチャンネル登録していただいて、動画の方に関してはもう本当にレビューとかカスタム戦術とか、プレイのところとかですね、メインに出してるんで、別の情報ですね。やっぱり、これを特典にしてる関係上、こういった FC20 の転売情報とかは、YouTube のコメントとかでは、回答しづらいんですけど、ライブ配信とかでは一応ね、もう限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、チャンネル登録も、5000人目指してるってこともあるので、よければしていただけると嬉しいです。こういった感じで動画の方もまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。ディスコードに関しては、何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また。